皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ヌーの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年6月16日のマーメイドステークスを含む Win5 が対象になっている5つのレースです。それでは予想に移りましょう。はじめに予想するレースは京都競馬場10レースダート 1800m Win5 対象1レース目です。このレースは逃げや先行馬に有利なレース傾向です。これが出走馬の期待値グラフになります。1着ゾーンを超えている子はセンティメントの3走前だけですね。後の子はまだ一度も1着ゾーンには届いていません。もうちょっと下の方を見てみます。全体的に2走前に下降してる子が多い印象です。近走につれて差が広がっている感じです。一番下まで見てみます。急激に落としている子が多いですね。この中にいる栗の炎、グランスピード、ダディーズウォリアー、君のフラッシュ、ロッキーサンダー、ケニー台風、よりのサファイア、ニュールエフージン、ジオフロントの9頭はこの時点で消しでいきたいと思います。それではここから今回厳しいと思った子たちを消して推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭になりました。それではここからは私がこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はペンティメントになります。この馬はこのメンバーの中で唯一3走前に1着ゾーンを超えてきています。そしてその3走前は今回と同距離の 1800m 戦です。前走も高い期待値でカンピオーネと並んでトップの期待値をマークできています。そしてこの馬はある程度先行できるタイプなのでこのレース傾向にも合っていますし、騎手も川田騎手でこの条件を得意としているジョッキーです。今回は約5ヶ月ぶりのレースという点だけになりますが、上位の期待値で先行できるのはこのペンティメントだけですし、プラス要素も多く唯一1着ゾーンを超えている点からここはこのペンティメントが二重丸評価になります。次に丸評価はカンピオーネになります。この馬は順調に期待値が上昇しており、前走は先ほどのパンティメントと同率で期待値をトップまで押し上げています。2走前はこの中で期待値はトップなので金2走連続で期待値がトップということになります。ただこの馬の客室が後ろから行くタイプで今回のレース傾向には合っていません。実際に4走前では今回と同舞台で走っていますが、グラフからは外れてしまっています。客室は向いてはいませんが、それでも期待値は2走連続でトップに来ていますので、金走の上昇度を買って、ここはこのカンピオーネを丸評価としました。次に黒三角評価は金年ブルームになります。この馬は3走前が高い期待値で、その時は同距離で出せていますので、距離は問題ないと思います。客室は逃げ馬で、今回はおそらくこの馬が逃げると見ています。前走の期待値は他の馬とは僅差ですし、この客室的にもこのレース傾向に合っています。3走前で距離の適正は証明できていますので、上位の期待値の中でも客室面での適正を買ってこの金年ブルームが黒三角評価になります。抑え評価はオメガタキシードとペプチドソレイユになります。オメガタキシードは4走前を見ると期待値はこの中でトップの位置に来ています。そしてその時は今回と同じ京都ダート 1800m 戦でのものです。
なのでこの部隊は合っていると思いますが、毎回後方からの競馬をするタイプなので、今回の適正とは合っていません。ただ全体的に見ても、他の馬より少し上を推移していますし、全体的にレベルも低めではありますので、能力でなんとか馬券内も狙える位置にはいると判断しました。なのでここはこのオメガタキシードを再評価としました。もう一頭のペプチドソレイユは、今回で5回目のレースで、経験はまだ浅い馬ですが、期待値はある程度高めの位置まで来ています。2走前に急降下していますが、これは出遅れによるものだったので度外視できます。今まで間隔を空けながら使ってきていましたが、今回は中3周で出てきますので、調整はうまくいっている可能性があります。ただ構想している時は、小頭数のレースが目立ちますので、今回の16頭立てになると、脆さを見せる可能性もあるため、ここは抑え評価としました。以上が、京都10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価オメガタキシード現在6番人気、ペプチドソレイユ現在2番人気、黒三角評価羽とシブルーム現在7番人気、丸評価パンピオーネ現在3番人気、二重丸評価センティメント現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミーファイバー候補の馬名を見ていきます。ミーファイバー候補、ここはセンティメントパンピオーネの2頭で勝負します。以上が京都10レースの予想になります。次に予想するレースは東京競馬場10レース芝 1400m リーン5対象2レース目です。このレースは追い込み馬には厳しいレース傾向です。これが出走馬の期待値グラフになります。1着ゾーンを超えている子はココリ鳳凰の4走前だけですね。もうちょっと下を見てみます。結構力の差はある感じだったけど前走で拮抗してる印象です。小頭数のレースだけど判断が難しいレースですね。一番下を見てみます。だいぶ下にまだ何頭買いました。これはフミサンドとルカンです。あと里のびれもずっと下を推移してるから、この3頭はこの時点で消しでいきます。それではここからもっと絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はエリーズダイヤになります。この馬は前走で期待値がトップです。このグラフだと3走前と4走前は期待値が落ちていますが、これはダート戦でのものでしたので完全に度外視できます。それ以外の金2走はいずれも今回と同部隊を走っており、その2走とも高い期待値を出せています。まだ1着ゾーンには届いていませんが、ここで騎手はルメール騎手になりますし、上昇する可能性は高いと見ています。あと少し上昇できれば1着ゾーンに届くところまで来ていますし、金2走の同部隊での高い期待値と騎手がルメールという点も含めて、ここはこのエリーズダイヤが二重丸評価になります。次に丸評価はニコラウスになります。この馬は先ほどのエリーズダイヤとよく似た推移をしています。2走前はこの中でトップの期待値ですし、その時は今回と同部隊で出しています。あとこの東京芝 1400m 戦での成績も2200と全て連帯していますので、この部隊も適性は高いことがわかります。ただ出足があまり速い方ではないので、エンジンのかかりが少し遅い感じです。仕掛けどころがポイントにはなると思いますが、今回は石橋騎手が初騎乗になりますので、その点で仕掛けのタイミング次第では取りこぼす可能性もあると見て、ここは一つ評価を落として丸評価としました。次に黒三角評価はオメガウインクになります。この馬の期待値は少しずつ下降傾向にあります。ただ前走は他の馬と比べても差はありませんし、このメンバーなら十分上位を狙える位置だと思われます。3走前は同部隊で高い期待値を上げているように、この部隊は合っていると思いますし、そして今回は斤量が 53kg とこの中で一番軽い斤量ですし、騎手も戸崎騎手という点でもここで上昇できる要素はあります。下降傾向ではありますが、プラス要素も多く、ここで上昇するだろうと判断して、このオメガウインクが黒三角評価としました。抑え評価はデルマ観音とボルタドマールになります。デルマ観音は期
対地の水位にムラがあるように見えますが、落としている4走前は芝 1200m 線、2走前で落としている時はダート線でのものなので、ある程度要因ははっきりしています。それ以外は高めの期待値は出せていますし、その時はいずれも芝 1400m 線でのものなので適性は見せています。ただあまり強調できる内容もなく、可もなく不可もなくといった感じですが、他の馬と比較してもそこまで差もありませんので、ここは抑え評価としました。もう一頭のボルタドマールは客室は逃げ馬で、今回のレースはこの馬がペースを握ると見ています。前走は今回と同舞台である程度の位置まで期待値は来ており、低めではありますが、今回のメンバーならなんとかなる位置にいます。3走前は逃げて高い期待値もマークできていますので、今回も逃げれば馬券内は狙える可能性はあると見ています。なのでここはこのボルタドマールが抑え評価になります。以上が東京10レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価デルマ観音、現在6番人気ボルタドマール、現在9番人気黒三角評価オメガウインク、現在2番人気丸評価ニコラウス、現在3番人気二重丸評価エリーズダイヤ、現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはエリーズダイヤ、ニコラウスの2頭で勝負します。以上が東京10レースの予想になります。次に予想するレースは函館競馬場11レース芝 1200m リーン5対象3レース目です。このレースは逃げ馬には厳しいレース傾向です。これが出走馬の期待値グラフになります。1着ゾーンを超えている子も何頭かいるし、レベルは高めです。もうちょっと下を見てみます。だいぶばらつきはあるけど全体的には高めの位置にいます。一旦一番下まで見てみます。前走で急降下している子も何頭買いました。これは当選アラン、プライムライン、アドバイスあたりですね。この3頭は消しでいきます。あとジャスティンエースもずっと下を推移してるからこの子も消します。それではここから思い切って絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はスカイロケットになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えており、他の馬と結構差をつけてのトップの期待値です。期待値の推移を見ても順調に上昇してきています。ただ上昇している金3走はいずれも芝 1400m 線でのものなので、今回の 1200m がどうかですが、この期待値なら十分スピード対応できると思いますし、このレースは逃げ馬には不利なレースでもあるので、レースも速くなりにくいレースでもありますので、同じ 1200m 線でも今回は特に対応可能な条件だと思われます。今回騎乗する佐々木騎手はこの菅井調教師との相性も良く、今年は自身で最多の7勝を挙げているコンビです。あとこの佐々木騎手は函館の成績が最も良く、直近1年で見ても一番勝利数の多い競馬場です。しかも芝 1200m の勝利も一番多く、佐々木騎手にとって函館の芝 1200m は最も得意とする舞台です。なので今の上昇度と騎手の相性も含めて、ここはこのスカイロケットが二重丸評価になります。次に丸評価はオードメイルになります。この馬は金4走中で2回が1着ゾーンを超えています。その3走前はバースクライとタイム差なしで2着に来ており、このバースクライは後のオーシャンステークスで3着の馬です。その馬にタイム差なしですし、1着ゾーンを超えてきています。前走の船橋ステークスでは、先週の函館スプリントステークスで2着とはタイム差なしの4着だったサウザンサニーと 0.3 秒差の3着に来ていますので、能力はかなり高いと判断できます。落としている2走はいずれも休み明けでのものだったので、要因がはっきりしており、今回は叩き2走目になりますし、能力を発揮できると見ています。筋量も前走から2キロ減りますし、前走と同じくらいの能力を出せれば十分1着まで狙える位置にいます。ムラはありますが、能力の高さを評価して、ここはこのオードメールが丸評価になります。
次に黒三角評価は AC8 になります。この馬は見ての通りかなりムラがありますが、下げている時はいずれもやや重れのものです。今回は両馬場想定ですので、そこまで落とすことはないと見ています。あとこの馬は過去に函館芝 1200m を走っており、その時は1着になっており、函館の適性も証明できています。前走は何もできずに大敗した分、疲れもないと思いますし、1着ゾーンを2回も超えてきていますので、ここで巻き返す可能性は十分あると見ています。両馬場ですし、1着の実績がある函館の芝 1200m ですし、その点から、ここはこの AC8 が黒三角評価になります。抑え評価は、ラキエータとエコロレジーナになります。ラキエータは、4走前と3走前で1着ゾーンを超えており、能力が高いことがわかります。そこから落としていますが、前走ではある程度上昇して、1着ゾーンの手前まで迫ってきています。前走はプラス12キロで2着と、成長も見せていますので、ここでさらに上昇してもおかしくないと思います。ただこのレースのデータで、馬体重が420キロ前後の小柄な馬の成績が悪いです。このラキエータは、前走で436キロでしたので、該当はしていませんが、小柄なのは否めません。安定して高い期待値ではありますが、少し嫌なデータでもありますし、ここ3走は上がりも使えていませんので、ここは抑え評価としました。もう1頭のエコロレジーナは、前走で一気に落としていますが、これは新潟の直線 1000m 戦でのものだったので、度外視してもいいと思います。3走前ではなんとか1着ゾーンにも届いてきていますし、能力があることはわかります。函館は初めてになりますが、3走前の能力の高さを評価して、ここはこのエコロレジーナを抑え評価としました。以上が、函館11レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは函館競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価、ラッキーエータ現在1番人気、エコロレジーナ現在7番人気、黒三角評価 AC8 現在4番人気、丸評価オードメール現在9番人気、二重丸評価スカイロケット現在5番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミンファイバー候補の馬名を見ていきます。ミンファイバー候補、ここはスカイロケット、オードメール、AC8、ラッキーエータの4頭で広めに勝負します。以上が函館11レースの予想になります。次に予想するレースは京都競馬場11レース芝 2000m リーン5対象4レース目マーメイドステークス G3 です。このレースはずっと阪神で行われてきたけど、今年は2006年ぶりで2回目の京都開催です。だから期待値の算出は京都芝 2000m を元に算出しました。そしてこれが出走馬の期待値グラフになります。レース傾向としては追い込み馬には厳しいレース傾向です。パッと見で1着ゾーンを超えてる子が多いし、レベルも高くて混戦しそうな雰囲気です。もうちょっと下を見てみます。それでも上の方で集中してますね。一番下を見てみます。1頭マリネロが低い位置にいるから、この子は消しでいくけど、他の子たちはよく考えて厳選していきます。それではここから思い切って消していって、推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで、推奨候補として6頭になりました。それではここから、マーメイドステークスの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は、アリスベリテになります。この馬は、3走前から1着ゾーンを超えており、そこからまだ期待値が上昇しています。ついに前走は期待値トップまで押し上げており、今かなり成長していることが伺えます。ずっと芝 2000m を使って上昇できていますので、距離の適性はかなり高いと思います。前走は、今回と同舞台で期待値トップに来ていますので、この舞台適性も高いと思いますし、過去を遡ると、アルテミスステークスでは、リバティアイランドとタイム差なしの3着に来ているほどで、持っている能力はかなり高いことがわかります。2着が多く、勝ち上がりに遅れた分、今回は斤量も50キロと恵まれてます。客室的にも逃げ馬なので悪くはないですし、血統的に見ても絆3区なので、この舞台の適性も高い白馬です。なのでこの勢いと好条件に恵まれていますので、ここはこのアリスベリテが二重丸評価になります。
次に丸評価はベリーヴィーナスになります。この馬は金2走で1着ゾーンを超えてきており、その2走とも逃げて1着になっていますので、今回も逃げると見ています。アリスベリテと同様に、この馬も絆3区なので、血統的に見ても相性のいい血統背景ですし、金2走連続で1着ゾーンを超えているのは、先ほどのアイスベリテと、このベリーヴィーナスの2頭だけです。斤量もずっと56キロだったところに、今回は53キロと3キロ減りますので、効いてくる可能性はあります。ただこの馬は、今回が中2週というレース間隔になりますので、その点で評価を落として、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は、ミッキーゴージャスになります。この馬は、前走の大阪杯で14着の時に、期待値は落としていますが、この時は、レムーロ騎手が、なぜか一旦後ろまで下げた競馬をして、そのまま何もできずと終わった内容でした。馬体重も休み明けにもかかわらず、減っていたことが要因だったと思われます。この馬は後ろから行くとめっきりダメな馬なので、今回後ろから行った場合はダメな可能性はありますが、ある程度前目につけれれば能力を出せる馬ですし、実際前走以外は全て1着ゾーンを超えており、かなり能力は高いことがわかります。京都芝 2000m を得意とする浜中騎手ですし、ここはミッキーゴージャスが黒三角評価になります。抑え評価はレーデルブルーメとセントカメリアになります。レーデルブルーメは前走以外は1着ゾーンの手前付近を推移しており、前走の阪神 2000m で1着の時に1着ゾーンに届いています。3走前に同部隊を経験していますが、その時は1着ゾーンに届いていません。あとこの馬は馬場が渋ると期待値を落とす傾向があり、若干ですが2走前と4走前は落としています。今回は両馬場想定ですが、開催の進んだ京都で馬場が傷んでくると能力を発揮できない可能性が出てきます。前走の高い期待値は評価できますが、今回の舞台適性としては少し適正からずれると判断して、ここは抑え評価としました。もう一頭のセントカメリアは全体的に高い期待値を推移しており、2走前だけが1着ゾーンを下回っており、それ以外は超えてますので、このメンバーの中だとかなり高いと思われます。ただ、他の馬も高い馬が多く、この高い期待値を維持していても、トップの期待値には慣れていません。なので上位の期待値にいる馬が落とした場合は、このセントカメリアが筆頭で浮上できると思います。あとこの馬は後方から競馬をするタイプで、今回の舞台は追い込み馬には厳しいデータがありますので、その嫌なデータに該当しています。以上の点からここは抑え評価としました。以上が京都11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レースマーメイドステークスの予想をまとめます。抑え評価エーデルブルーメ現在1番人気、セントカメリア現在10番人気、黒三角評価ミッキーゴージャス現在2番人気、丸評価ベリーヴィーナス現在11番人気、二重丸評価アリスベリテ現在4番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはアリスベリテベリーヴィーナスミッキーゴージャスエーデルブルーメの4頭で広めに勝負します。以上が京都11レースの予想になります。最後に予想するレースは東京競馬場11レースダート 2100m リーン5対象5レース目です。このレースは追い込み馬に厳しいレースです。1着ゾーンを超えてるのはダノンラスターの3走前だけですね。それではもうちょっと下を見てみます。1着ゾーン付近にいる子が少ないから絞りやすそうな感じです。一番下まで見てみます。だいぶ下の方にたくさんいました。このエクセスリターンより下の子たちは一気に消しでいきたいと思います。そうなるとまずはエクセスリターン、オーロイプラータ、フォーウルーレット、サイモンザナブ、アスクワイルドモア、シークレットランの合計6頭ですね。それではここからさらに絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はクールミラボーになります。この馬は
走るごとに上昇しており、まだ1着ゾーンには届いていませんが、このメンバーの中でトップの期待値まで上げています。そして金2走は、今回と同舞台を経験できているのも好材料です。このレースとかなり相性のいいステップレースがあり、それはブリリアントステークスです。前走でブリリアントステークスを使った馬の成績は、過去5年間で馬券内の馬15頭のうち、なんと9頭が馬券内に入っています。そのうち4頭は1着になっているほど相性のいいステップレースです。そしてこのクールミラボーは前走がブリリアントステークスで3着の馬です。今回ブリリアントステークスから出走する馬は合計4頭おり、2着のリチュアルとはタイム差なしなので実質最先着の馬になります。現在上昇中ですし、以上の点からここはこのクールミラボーが20丸評価になります。次に丸評価はリチュアルになります。この馬は先ほどのクールミラボーと同様に前走がブリリアントステークス組です。そしてクールミラボーとタイム差なしで最先着の2着です。前走だけをクールミラボーと比較すると最後はクールミラボーに攻め寄られてましたので、その点から一つ評価を落としました。今回は斤量も2キロ増えますし、その点も含めてここは丸評価としました。次に黒三角評価はメイプルリッジになります。この馬は前走で落としていますが、これは 1900m 戦でのもので、それ以外の高い期待値の時は全て今回と同舞台でのものです。なので今回は得意舞台に戻って期待値も上昇する可能性が高いと見ています。2走前にモレイラジョッキーが乗っても1着ゾーンまでは届いていませんので、今の成長度としてはこの辺りが頭打ちの可能性もあります。あとこの馬は馬場が渋った方が能力を発揮するタイプなので、今回の両馬場想定だとそこまで高く評価できませんでしたので、ここは黒三角評価としました。抑え評価はダノンラスターとベルウッドグラスになります。ダノンラスターは3走前に唯一1着ゾーンに届いている馬です。金4走は全て今回と同舞台で走っており、経験値と慣れに関しては十分あります。ただ少しずつですが期待値が下降傾向にあり、前走だけで見ればこの中では最下位の期待値まで落ちています。客室的にも結構後ろから行くタイプですし、今回は内田騎手なのでおそらく今回も後ろからの競馬になると見ています。そうなるとこのレース適正の客室と異なります。あと現在8歳という点でもこのレースの嫌なデータに合致します。8歳以上の成績は0003で、今まで1頭も馬券に絡めていません。不安要素が多い馬ですが、3走前の高い期待値を一定の評価して、ここは抑え評価としました。もう1頭のベルウッドグラスは、現在2連勝中の勢いのある馬です。グラフの推移を見てもわかる通り、どんどん上昇してきています。しかも金4走すべて同舞台でのものなので、先ほどのダノンラスターと真逆の推移をしています。まだ1着ゾーンも届いていませんし、今回は中に週という感覚もありますので、その点で割り引いて抑え評価としました。以上が東京11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価ダノンラスター現在5番人気、ベルウッドグラス現在9番人気、黒三角評価メイプルリッジ現在2番人気、丸評価リチュアル現在6番人気、二重丸評価クールミラゴー現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはクールミラゴーとリチュアルの2頭で勝負します。以上が東京11レースの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。